はい、それでは 2A3 シングルアンプの制作第6回目スタートしていきたいと思います。前回まででですね、コンデンサー結合型の 2A3 シングルアンプは、完成しまして、最終的な各部分の、電圧、抵抗の値電圧、そういったものも、決まりました。ご覧いただいたような状態になっています。はい、でこれをですね、このコンデンサーを外していくわけなんですけれども、いきなり、もう結論とは言いませんけども、どういうふうに改造するかをご覧いただきますと、こういうふうになりますと。で、この時にですね、一番起点になるのが、この電圧増幅部分のプレート電圧です。今ここ 125V というふうに書かれていますけれども、この 125V が、この公団のグリッドに常にかかっている状態、これが平常時になるので、この 125V というのを基準に、このフィラメントの電位とか、プレートの電圧を決めなければならない。で、前回申し上げた通り、このグリッドのところからフィラメントのところは 45V 程度の電位差、そして、このフィラメントのところからプレートのところは 250V ぐらいの電位差を維持するように、相対的に維持するようにしたいということで、そうなるようにもろもろの抵抗の値を決めていったものがこのようになります。でいくつか特徴的なところをお話ししますと、まず、電圧増幅部は全くいじっていません。で、次に、ここが125V と非常に高い電圧になるので、それに引きずられる形で、ここのバイアス部分の電圧、これが非常に高い電圧になります。125V プラス、45V 相当ということで、現在 173.6V ということで、かなり高い電圧に、ここずっと 60mA 程度のものが流れるということになりますから、ここの抵抗が非常に、発熱します。このアンプですね、片側が 3W 程度しか出ないんですけれども、ここの、バイアス電圧を作るための抵抗が 10W ぐらい発熱していると。なんかちょっと本末転倒な感じはしますけれども、ぐらいここが熱くなりますので、部品の配置に非常に後々注意が必要ということになりますね。はい、それからですね、ここが125V で、ここが 173.6V と。で、ここのフィラメントの部分からプレートはさらに 250V 程度かさ上げしないといけない。今420と書いてます。で、さらにこのトランスで若干電圧降下しますので、この B 電源がですね、432V と今書いています。で、この電圧を作るために、一つ前のコンデンサ結合ではですね、電源トランスの 290V 出力端子を使っていたんですけれども、そこを外して 350V 出力端子に切り替えます。そうすると、当然ですけれども、ここら辺の電圧が高くなってきますので、おのずとここの電圧も高くなるんじゃないかなと思っているんですけれども、現状の唯一の懸念は、本当にこの 432V が出るかという問題なんですね。で、ここが、十分に出ないと全体が、もう下がってしまうということになりますし、一つ前の回で、第5回の後編で、ここやんごとなき理由で 120V 程度にさせてくださいというふうにお願いしたのは、ここをあまり高くしてしまうと、どんどんここの B 電源が高くなっていく必要があるので、今手持ちのこの電源トランスでですね、その電源電圧が作れない恐れがあるんじゃないかということで、ここの電源トランスから生み出せる電圧の最大のところぐらいを想定すると、ここもあまり高くできないなということで 120V ぐらいで、いきましょうというふうに、前回お話ししたわけなんですよね。これから実際に改造をしていきます。
で、その結果ですね、ひょっとしたらこの 430V というのが出ないかもしれませんと。そうなったら全体的に少し、また設計を変えていかなければいけないんですけれども、まず、この回路でいきたいと思います。先ほど申しました通り、この状態でいきますと、フィラメントのところからグリッドまでがマイナス 48V、45V、マイナス 45V ぐらいを狙っているというところですね。そして、フィラメントからプレートまでが 246.4V、250V 付近を狙っているということで、設計したんですけれども、今は電卓を弾いて、計算しただけですので、へんてこな抵抗の値が書いてます。44.86 キロオームとかってなってますけども、こういうものはもちろん売っていませんし、それに近い値を何とかして作っていかないといけないわけで、これバージョン1と書いてますけれども、手に入りそうな抵抗で作り直したものが、こちらになります。このバイアスのですね、フィラメントの下にぶら下がっているバイアス電圧を作るような抵抗は1キロオームと 1.8 キロオームを足していこうかなと思ってます。それからここの B 電源の電圧をドロップする抵抗は30キロオームと15キロオームを足そうかなと思ってます。ここ説明してないんですけども、後で説明しますけども、ここは51キロオームそのまま買ってきて使おうかなと思ってもう部品は購入しましたが、組んで見てまたいろいろ測ってみます。で、最初の懸念点のようにここの B 電源の電圧が出ない恐れもありますし、それが出たとしてもですね、こういうふうにぴったり電卓で弾いた数字とは違う抵抗値を使っていますので、それによって各所の電圧が期待通りにならない可能性もあります。そういった場合は、またいろいろと抵抗の値を見直したりして調整していくというフェーズになっていきますので、まずはこれで制作をスタートしていきたいと思います。はい、それでは直結化への改造を始めていくわけなんですけれども、コンデンサー結合の時に、使っていた部品の中で、以前回路図をお示しした時に青い枠線で囲った部分、これらの部品はですね、私の今の回路の中ではこの辺りに固まって作ってあります。これはですね、ひょっとしたらこの後またコンデンサー結合に戻すかもしれませんので、部品はつけたまま配線類だけは外してですね、また再利用可能なように取っておきたいと思います。それから、直結化するにあたって新しく使う、2A3 のバイアス電圧を作るための、セメント抵抗ですね。ここら辺に、置いてあるんですけれども、かなり、大きさも大きいですね。で、前にも申しました通り、発熱量が大きいと思いますので、後ほど、これらは、ケースに接する形で、固定したいと思います。で、ケースを、放熱板代わりに少し使うことで、発熱を、拡散させる効果を狙っていきたいというふうに思います。それでは、ハンダ付けの作業ですね、開始していきたいと思います。はい。では、直結化の改造のためのね、配線の変更等々完了しましたので、どういった電圧になっているのか測定していきたいと思います。まずね、この部分にひときわ目立ちますけれども、新しい直結用のバイアス電圧を作るセメント抵抗ね、大きいのが配置されています。伝わりませんけれども、おそらく結構熱くなってんじゃないかなというふうには思います。はい。それではまず B 電源ですね。全体の B 電源です。418。418ですか。
ある程度想定はしていたんですけれども、やはり、今回使っている電源トランスで期待する、最初に計画した 432V というところには少し十数ボルト、届いてないかなというような状況が確認できました。418とか419ですかね。はい。それでは、引き続いて真空管 2A のプレート電圧ですね。おそらく少し低めになるはずです。405とか6、406。反対側は、はい、こちらも406。それでは、バイアスのための電圧ですね。はい、ここですね。172。もう片方が、164ですね。まあ、それほど、ちょっと片方が低いのが気になりますね。この辺も、今回電圧増幅部と直結してますんで、電圧増幅部のプレートの電圧との兼ね合いということになりますんで、そこも測っていきたいと思います。電圧増幅部のプレート電圧ですね。片方が129。もう片方が 119.6 とかですけど、120ぐらいですかね。ということなので、バイアスのかかり具合は左右同じ感じなのかなというふうに思います。後でちょっともう一度メモを取ってですね、ちゃんと計算してみますけれども、はい、バイアスの深さは左右で一緒ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、電圧増幅部の、バイアスのところの電圧ですけれども、片方が 1.419、1.42 ですね。もう片方が 1.47 ですね。はい、ということで、コンデンサー結合の時もそうだったんですけれども、少し電圧増幅段の真空管にばらつきがあるような、今、気がしています。その影響を受けて、今度直結化したことによって、電力増幅段のところも少し引きずられているような感じですけれども、後でちょっと確認してみますけれども、ちゃんとバイアスが同じ程度かかっていて、ということであれば、ある程度問題ないのかなと思って、その先出音ですね、音を聞いてみての確認ということにしていきたいと思います。はい、直結化の改造をいろいろと、回路の変更、そして測定を終えて、今、音を聞いています。前回のですね、コンデンサ結合の時にかけていた音楽とちょっと違うんですけれども、ちょっと著作権の関係がありまして、今かけている音楽は違うんですけども、間違いなく前回と同じ、音楽もかけて聴きました。ラリー・カールトンさんのルーム335もちゃんと聴いてます。で、音楽を聴いてみてですね、結論から申しますと、間違いなく直結化改造をした方がいい音だと私は感じました。前回のコンデンサ結合の出音を確認しているときにですね、2A さんのアンプすごくワイドレンジ、低い方から高い方までレンジが広くって、それから打楽器系の音がすごくスピーディーですねというようなご説明をしたかと思うんですけれども、その傾向がさらに、鮮明になっているというかですね、明確になっているだけでなく、ちょっといい言葉が、見つからないというかですね、まさか自分が、自分のオーディオ機器を説明するときにこんな単語を使うとは思わなかったんですけれども、なんとか演奏が生き生きしてるんですね。
すごくこう、なんていうんですかね、生々しいというか、間の、くすみが取れたようなというかですね、鮮明というか、はっきりとしているというか、ぴったりくる言葉は見つからないんですけれども、とにかく直結化した方がいい音であるというのがもうはっきりと自覚できました。私はこの状態でですね、このアンプこれからも使っていくんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということでですね、この後、直結化の改造にあたってまだ少し説明してないところがありますので、そういった補足の説明を行いたいと思います。いやー、それにしてもですね、DC アンプっていうのがこういう風なもんだというのは知りませんでした。やってよかったですし、やはり昔の人たちが一生懸命これに取り組んだその理由を、少しでしょうけれども垣間見た気がしましたね。本当にいい音です。はい、各部の電圧のチェック、そしてサウンドチェックも終了しました。結果ですね、ご覧いただいているような初電圧になりました。少し左右でですね、値がずれてしまっているところは、気になるところですので、今後、手持ちのですね、他の真空管ですね、6SL7GT と少し差し替えてみたりとかをして、調整を進めていきたいと思うんですけれども、現時点でですね、動作状況に問題がないかの確認のためにですね、2A さんの部分のバイアスがしっかりかかっているのかというところを抜き出したのがこちらの図になります。で各部の、ね、電圧少し違うんですけれども、右チャンネル、左チャンネルともですね、バイアス電圧はマイナス 44V とかマイナス 43V ということで、かなり近しい値がかかっていますので、そして、このバイアス電圧を作るための抵抗に流れている電流も、片や 58.6mA、片や 61.4mA ということで、若干差はあるんですけれども、許容範囲内かなというふうなことで、今現状ではこのまま進めていきたいというふうに思ってます。はい、そしてですね、一つお話をしていなかったところがありまして、ここの抵抗ですね、私も最近知ったんですけれども、この直結化改造をするにあたって勉強して知ったんですけれども、ブリーダー抵抗と呼ぶんだそうです。で、電源をですね、スイッチを入れた直後というのは、真空管が温まっていませんので、一切電流が流れません。プレート電流が流れません。で、このバッテンマークを書いているあたりっていうのはですね、プレート電流が流れませんので、ほとんど断線しているというふうに理解してもいいんですね。で、そのようなスイッチを入れた直後ですと、このあたりに全く電流が流れていませんので、この付近ですね、具体的に言いますと 2A さんのグリッドにかかる電圧が非常に高い電圧になる。もう少し言ってしまうと、もともとのこの電源電圧にほぼ等しい値がですね、かかってくるということなので、ごめんなさい、スイッチを入れた直後にでもですね、電流をある程度流して、いろんなところで電圧効果を起こして、この部分、グリッドにかかる電圧を少し下げてやろうというための抵抗なんだそうです。で、どれぐらいの値が正しいのかとか、私少しよくわからなかったので、えいやと決めているんですけれども、今のところ、多分支障なく動いているような感じがします。こういったところがですね、全く電流が流れていない、断線しているような状態、スイッチを入れた直後の状態で、5mA ぐらい流れて、その後ヒーターが温まって、定常状態に落ち着いた状態で 2mA ぐらい流れるという風な設計にしました。こうすることによってですね、だいたいこのグリッドにかかる電圧は270数ボルトというのが維持できるようになっているんじゃないかというふうに思います。はい、以上なようなことでですね、大変長い時間かけてご覧いただきましてありがとうございました。シリーズ1といいますかですね、2A さんシングル
アンプ、作っていく過程ご覧いただきました。私もいろいろ試行錯誤してとても楽しい時間でした。しかも仕上がったアンプがですね、とても、私の心のバイアスもかかっているのかもしれませんけれども、とてもいい音のように思って、満足してます。はい。この後もですね、いろいろなオーディオ機器作っていきたいなというふうに思いますので、ぜひ、お時間のあるときに、またご覧いただければ幸いです。どうもありがとうございました。